チャオ、吉野です。今回は私が実際にイタリアで使ってる、アプリ系を紹介したいと思います。主に交通手段かな。何のアプリを使って外に出てるかっていうのをいろいろご紹介したいと思います。で、私日本の携帯を使ってるんですけど、日本の携帯でもダウンロードできるようなアプリを見つけてきたので、ぜひご紹介できたらなと思います。で、結構レイチェルイタリア人の友達なんですけどと喋ってると、イタリアのスマホにもあるけど日本のスマホではダウンロードが許されてないアプリもあるので、今回私が日本で買った携帯でダウンロードできたアプリを紹介していけたらなって思ってます。ぜひ参考にできればいいです。まず1つ目ででん。1つ目はトレニットというアプリです。トレニットは日本でいう Yahoo の乗り換え案内アプリだと私は思ってます。ここからここまで行きたいっていう行き先を入れると乗り換えとか時間とかも全部出してきてくれて、で私結構この乗り換え系のアプリ何個かイタリアのね何個か多分これから説明していくのあるんですけど、これの何が一番いいって下にストライキとかを書いてくれてるのね。Yahoo の乗り換え案内と一緒で自分の行き先を入力して時間も入力したらこうやって出てくるので、それを乗りたい電車を選んでタップすると購入できるよって。でこっちはこの下の方にあるストライキっていう場所を押すとストライキが見れます。ナショナルストライキって言って、もうあらかじめ言われてるストライキ、その国的にやりますよっていうストライキがあるんですけど、それをあらかじめ書いてくれるから、インターネットとかでさどこの情報が正しいかとか分かんない時あるけど、これとか見るとストライキどこの部分でやってるのかっていうのが見れるので、すごい便利なアプリです。私は主にストライキとかあと乗り換えとかも調べたりしてます。でこのアプリの何がいいって、私入れられないアプリが何個かあって、イタリアで使われるアプリ、これだと取れるんだよ、チケットがね。だから基本的に多分これ1個だけでも大丈夫だと思うんですけど、私はだから基本的にこのアプリで行き先を検索してチケットを買ったりとかストライキを見たりとかしてます。次2つ目ででん。トレノードです。これも電車のアプリ。電車っていうのはメトロとかトラムとかはまた違って普通に地上を走ってる電車のことを言ってます。でこれトレノードはトレノードっていう電車のチケットが買えるアプリです。だからこれでベネチアに行ったりフィレンツェに行ったりとかの時に使います。これは買ったら QR コードとかが出てきて、それをかざしたりスキャンしたりとかするとチケットと認識されるので、スマホで簡単にチケットが買えるよっていうアプリですね。これも一つ目のアプリみたいに行き先と時間を設定して検索をかけると電車の時間とプライスも見れるようになります。でもちろん現地で買うこともできるんですけど、結構並んでたりするので、そういう時にはスマホのアプリでパッて決済できるのがいいかなって思ってます。でこれの何がいいってカードとかで決済できるから、現金持ってなくてもカードできるんですごいおすすめです。3つ目、これは旅系におすすめのアプリです。これは、フリックスパスって言ってどこでも行ける。で前の動画で紹介したミュンヘンに行った時の移動手段はフリックスバスで行きました。5時間ぐらいかけて行ったかな。5時間ぐらいかけて行って、で往復で電車ってか飛行機とかだとさ1万円以上するんだけど、フリックスパス使ったら8000円ぐらいで行けたかな、日本円だと。でもっと安い時は6000円とかで往復できるので、ミラノからミュンヘンまでね往復できるので、本当に早めに買うとめっちゃお得です。ただ夜行バス、夜間も昼もあるけど、正直イタリア人の運転は結構荒めなので酔う人はご注意ください。でもフリックスパスめっちゃ安い。例えばミラノからベネチアまで行くときに50ユーロぐらい、1万円ぐらいするんだけど、このフリックスパスで予約したら往復でめっちゃ安ければ10ユーロ未満で行けるから1600円ぐらい、2000円しないぐらいでミラノからベネチアまで往復できる時もあるので、めっちゃお得。バスでも酔わないっていう人だったりとか、めっちゃ費用を抑えたいって人で、しかもこれミラノイタリア内だけじゃなくてフランスも行けたりスペイン行けたりとかもするので、結構長いんだよ。結構長いけどお金をセーブしたい、移動手段何でもいいっていう人はバスがおすすめだと思います。例えば今回だったらミラノからバルセロナを検索して行く日と帰る日選択するとこんな感じでプライスが出てきます。だいたい飛行機だと100ユーロは超えるんだけど、一番安いと52ユーロだね、1機は。でタップすると往復のバスを見れるようになってる。でこれは Wi-Fi とコンセントがついてますね。で52ユーロ、全部で106ユーロぐらいだね。
今回だと全部で106ユーロぐらいで取れます。なのでこのフリックスパスはめっちゃお得です。めっちゃお得。大紹介、大賛成、大おすすめです。次、これは広告とかで見たことあるかな。オミオです。これは私は使ったことないんだけど、正直ね、一応入れててすごい見やすくて、全部1回で電車、バス、飛行機の見比べができるから、それがすごいいいなって。ミラノからシチリアを今回調べてみようと思うんですけど、行く日と帰る日を選択してもらって検索してもらうと、こうやって電車、バス、飛行機が出てくるんですけど、まずバスは25,000円、安くて13,000円だね。で電車だと6万、3万、これ2人料金なんですけど、で飛行機が一番安いかなと思います。こんな感じです。でなんか一応ストライキとか起きた時の保険みたいなのも入れるから、お金返ってくるよっていうのもあるのでおすすめだと思います。私はでもあんまり使ったことないかな。次、4つ目、ムービットです。ムービットは、これはメトロとかトラムとかの駅がどこにあるのかっていうのをすぐ分かるアプリですね。こうやって地図をズームしていくと、今回ドゥオモ周りで見ようと思うんですけど、はい、メトロとトラムどこで乗るかがよく分かるようになってます。でこれのいいところは、自分の行き先の駅名を入力すると、あと何分で来ますよとか、今ここ走ってますっていうのがすごい分かるアプリだから。これなんか課金してくださいって言われるんだけど、無料でも使えるので、課金するとどうなんだろう、どういう仕組みが出てくるのかちょっと正直分かんないんですけど、位置情報を OK にすると、自分の近くのバス停とかトラムとか、あと何分で来るのかとか、結構日本と違ってさ、何分に来ますっていうのが書いてなくて、何分以内に来ますって書いてあったりするよね。だからそれをオンラインで知れるっていうのはすごいメリットだなと思うので、これは入れてて損はないかなと思ってます。次、Get Your Guide です。これは、主にアクティビティ系、例えば美術館に行ったりとか、アクティビティに参加するときによく使います。私が実際に使ったのはパリのルーブル美術館に行く時、例えばだけど、よく私の友達が言ってるのは、公式サイトでチケットが売り切れてしまってた場合、Get Your Guide のサイトを見ると売ってたりとかするので、ちょっと割高な時もあるけど、どうしても行きたいとかっていう時は、ここで調べると結構出てくるので、だいぶおすすめなアプリだと思います。今回だったらこの最後の晩餐をちょっと見たいんですけど、これ本当にチケットが取れないのね。だけどこういうところで見ると7760円だけど、ちょっと日付を見てみると、こうやって日付がちょっとだけ残ってて、取ることがワンチャンできるかもしれません。超高いかもしれないけどね。私はパリで重宝しました。で本当にいろんなアクティビティがあって、私今イタリアにいるけど、日本円で出してくれたりとかするので、すごい分かりやすくて見やすくていいと思います。次、ペイパルは日本でいうもうペイペイだよね。人に送ることもできるし、送ってもらうこともできるし、でこれ何がいいって、私クレジットカードと紐付けてるんだけど、クレジットカードから引き出してそのお金を送れる。友達と割り勘とかしやすい。すごくイタリアは基本的に割り勘がすごい進んでるなって個人的に思ってて、お店で割り勘したいです、セパレートでお支払いしたいですって言う時は大体ピョピョピョってやってくれたりするけど、ごく稀にここを分割できないからって割れないからって言われて一括で払う時とか、じゃあ後でペイパルで送るねっていう会話がすごい多いので、このペイパルは留学生とか入れてて全然損はないと思います。でちょっとお金はかかっちゃうかもしれないけど、例えばペイパルに入れたお金をクレジットカードに戻すこともできるので、めっちゃおすすめです。私はこれでもう大体じゃあ後でペイパルで送るね、後でペイパルで送ってっていう会話をめっちゃするので、留学生とかイタリアに来る人とかはおすすめだと思います。イタリアだけじゃなくて普通にこれ全世界で使えると思うので、効果がめっちゃある。ユーロもあるし円もあるし、ちょっと今は見れないけど、他にもあると思うのでぜひ見てください。次、 ATM っていうのが日本でいうこの JR とかの会社の名前で、これは今回イタリアで ATM っていう会社が大体やってるかな。トラム、地下鉄、メトロか、あとバスのチケットが買えるアプリです。でこれはすごい便利だなと思ってて、紙でチケットを発行することもできるんだけど、このアプリで、もちろんクレジットカードとかで買えるんだけど、これは90分無料だったりとかっていうカテゴリーが結構あって、それを
1回使うだけで90分乗り放題のチケットがあるから、その旅行の目的に合わせて、例えばトラムとかメトロとかバスとかめっちゃ乗るっていう場合は90分乗り放題のチケットを使ってイタリア観光できたりとかするので、これはすっごいおすすめです。下の倍選んでチケットの部分を押すと、こうやって90分24時間 3days とか10チケット回数券とかが買えるようになるので、これもすっごい便利です。友達が言ってたのは、これはエコだよねって、確かにって思ったんだけど、ペーパーをいちいち発行することがないからスマホのチケットで全部決済できちゃうから、すごいエコだよって、地球にも優しいよって言ってて、確かにって思ったので、個人的にすごいおすすめです。 ATM はよく使ってます。だいたいバスにもトラムにもピッてする機会があって、で地下鉄だけ、メトロはちゃんと改札でピッてやらなきゃいけなくて、 QR コードでピーってピーってすればいいだけだからすごい簡単です。日本のはね、そう思ったら全部さ現金で切符を買って、もしくはスイカ、モバイルスイカもあるけどさ、観光客の人はさ多分今スイカ買えないよね。スイカ買えないから、こうやってスマホでピッてするだけで電車が乗れる、交通手段が使えるっていうのはすごい発展してるなと思いました。以上が私のおすすめのアプリです。イタリアで私が実際に使ってるアプリをご紹介しました。きっとイタリアは割と修学旅行じゃなくて卒業旅行か、卒業旅行で学生の人が行ったりとか、ヨーロッパ行くならイタリア結構含まれる気がするので、そういう方に届けばいいなって思ってます。ぜひこの動画見て参考になれたら嬉しいです。今回はちょっと短めなんですけど、ここら辺で私のおすすめのアプリの紹介は終わります。他にももし今後生活してきておすすめのアプリとか出てきたらまた紹介していきたいと思います。ということで今回はちょっとこの辺で終わります私めっちゃ噛んじゃうんだよね、やめたいこれを駆使してイタリア大満喫してください。私も頑張ります。ということでこの動画が良かったらグッドボタンとチャンネル登録とコメントもお待ちしております。じゃじゃーん。